畑や小屋のないスズメ、梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら、ともかくもあなた任せの年の暮れ。山国に生まれ山国に育った白馬山麓の娘が山を越えて静岡県に出稼ぎに行き、初めて海を見た時の驚きをこんな風に書き送った。お母さん、海はどこまでも平らで目の届く限り水ばかり。なんだか見ていると怖くなります。信濃では一口に高地といってもそれが必ずしも平たい土地を意味しない。山も谷も尽力の及ぶ限りは高地とする。かなり傾斜の強い山の麓から頂上まで無数の段々がついて畑となり、あるいは田となる。他国の人が見たらおそらく笑い出すであろうおもちゃのような小さい田が類々として重なる。遠い村からはるばる山を登って工作しなければならないこの地方では、平地の数倍の労力が必要とされる。俗に乳母捨ての棚田と言われるのがこれです。この農民の激しい苦闘の場所がまた一面では美しい月の名所として昔から人々に鑑賞されてきたのであります。信濃では月と仏とらがそば。ほとんど全日本農村の人々にとって生涯における唯一の希望とも言うべき善光寺詣で、ちょっとご説明申し上げます。高等的仏教は卑しい輩や女人たちは成仏できないと教えておりましたが、
阿弥陀如来様だけは4人もうどんのものを申しなべてお救いになることが本願でございます。宝山善光寺はこの阿弥陀如来様をご本尊としたもので、昔から高等的な仏教には顧みられなかった一般大衆が一生に一度の願いとして遠くとも一度は参り善光寺救うたもうは弥陀の聖がはるばる善光寺を指して集まってこられます。ただいまお上人様がご本堂にお上がりになります。皆さんどうぞあちらに並んでお鈴をお受けください。今善男善女の群れは老竹木お上人様が本堂へ行かれる道筋にひしめき合って世にも新たかなるお数珠を受け罪障消滅五章安楽の帰越に浸っております。信濃では月と仏とおらがそば。そばは荒れ草とも言われ、他の穀類ができないような痩せ地にも結構育つものである。その上ごく短期間に実る。で信濃のような山岳ばかりで地質の悪い国、しかも一年の大半が寒冷な冬の気候である土地では、今ほどに農業の方法が科学的に進歩していなかった上、他国から穀類の輸入が自由でなかった頃に盛んにそばを植えて米の不足を補ったのはむしろ当然でしょう。そばが名物だった信濃、そばを作らねばならなかった信濃こそ農業には恵まれない筆境すぐに困難な土地だったのである。浅間の火山灰に覆われた軽井沢はそばも満足にできない痩せ地である。いわゆる一茶のゲゲもゲゲ、これより下はないというくらいのひどい地面です。しかしこの貧しい土地も自然の風景は美しく、また海抜3099尺の高原なので夏なお寒いところから近年は避暑観光地として世界的の軽井沢が出来上がりました。この軽井沢ばかりではない。信濃の観光地として知られた土地はいずれも風景は至極美しいが生活には厳しすぎる困難な条件を伴っている。こうしてみると美しい観光地と人間の生活苦との間には何かしら因果関係があるのかもしれません。あるいはまたすぐに絶えない土地をも
やがて美しい朝の太陽が出る。しかし太陽が出るやますます人々の不安は大きくなる。なぜなら凍った葉はすなわち障害を受けた葉はそれまでどちらとも分からぬほどピンと張り切っていたのが日の温かみを受けるやたちまち正体を現してみるみるしおれ果ててしまうからです。痩せがえる負けるな一茶ここにあり。痩せがえる負けるな一茶ここにあり。みすずかる信濃の北の果て、飯綱、黒姫、妙高などの山々に囲まれた越後坂の雪深い柏原。ここに野生の俳人一茶が生まれております。一茶は法暦13年5月5日、今を去る約174年前、貧しき農夫小林弥五兵衛の長男として生まれた。幼名は弥太郎。一茶の生まれたうちとして古びた農家が柏原在二の倉に史跡として残っております。一茶3歳の時、母親はこの世を去り、14歳の頃江戸へ奉公に出て、時来40年、
老老漂泊の生活が続き、この間腹違いの弟との間に血で血を洗う訴訟事などもあり、文化9年12月24日初めて故郷に永住のつもりで帰ってきました。長年自由な放浪生活を続けていた彼が、冬季は雪が5尺も積もって当たり前という柏原に帰って、さてここが自分の死にどころかと思った時、おそらく耐え難い寂しさを感じたことでしょう。ところが警棒をはじめ親戚の人たちの冷たい態度はもとよりとして、村の人々のほとんど全部が40年ぶりで帰り挨拶に回った彼にまるで茨のようでした。帰国後当分の間はある農家の物置小屋の中に暮らしました。弱い52歳で初めて結婚、28歳の花嫁を迎えました。初めて父となったのが54歳。しかしこの男の子は間もなく死に、次に生まれた男の子もまた死に、3番目に生まれたのが里という女の子。彼と妻女菊とが乳飲み子を中にして珍しく和やかなお正月を迎えたのは彼が57歳の時でした。ところがこの女の子もそれから半年ほどして放送を病んで亡くなりました。老一さの限りなき悲しみは彼が手記にも、楽しみ極まりで憂い起こるは浮世の習いなれど、千代の小松の双葉ばかり笑い盛りなる緑午後、行く水の再び帰らず散る花の梢に戻らぬ食い事などと諦め顔しても思い切りがたきは恩愛の絆。梅雨の夜は梅雨の夜ながら去りながら、悲しみはこれにとどまらず10年連れ添うた妻にも死に別れ、小言言う相手もあらば今日の月。さらに2度結婚したがいずれも家庭的には失敗でした。65歳の春は火事に焼け出されて裏手の小さな土蔵に移り住みました。この焼け出された年の11月19日、一茶は焼け土の句を最後として蔵の中で死んだ。時に文政10年、今日から約100年前、信濃の農民の血を受け、農民の心を歌って一生を過ごした小林一茶は、実に2万余の俳句を我々に残していったのであります。さて、今日、この一茶の子孫という一家が残っている。これは最後の妻、八百女の腹に宿された女の子の言って伝えられたもので、一茶が死んだ翌春、生まれた子供だから彼はこの子の顔を見なかったわけである。一茶が息を引き取った土蔵の入り口のところに、農業及び馬車引きの傍ら、ささやかな一茶記念館とも言うべき店を経営している現在の一茶と同名を名乗る小林弥太郎さんは、ちょうど一茶から数えて4代目の孫にあたります。俺は一茶さんの子孫だが、俺は俳句は作らないが米作る。しかし一代の俳人一茶が終焉の場所は今アルルに任して
農家の物置となり、彼を忍ぶべき何者もない。むしろ蔵の屋根に無心に鳴く小雀にこそ、ママ子一茶の寂しき生涯を忍ばしめ、我々の胸を打つ何者かがあるようです。